皆さんこんにちは。わたたびです。今回は北海道で一番標高の高い温泉宿に宿泊したいと思います。目の前には十勝岳連峰の山々を望むことができる日本人を守る会の会員宿です。大自然に囲まれたこの地域には数多くの有名な観光スポットがあります。道中の観光スポットに立ち寄りながら向かいたいと思います。一体どんな景色が待っているのか楽しみです。場所は北海道のほぼ中央部に位置し、農業を中心に発展してきた上富良野町。標高1280メートル付近に佇む十勝岳温泉凌雲閣を目指します。はい、あともうちょっとで到着します。あと2分ですね。こちらを左ですね。この下、これか。はい。こちらですね。よいしょ。はい。到着しました。こちらはね、鳥沼公園という公園の駐車場になります。特にね、観光地っていうわけではなくて、この町の公園になるんですけど、この公園の中に湧き水が湧いてて、そこがね、すごく透明度が高くて綺麗ということで来てみました。道路も通ってて、お店とか家とかあるんですけど、すぐ横はね、こんな感じで森になってますね。で、その池があるのはこちらに見えてる道路の向こう側にあるみたいです。はい、こちらですね。曇ってたんでどうしようかなと思ったんですけど、少しだけ太陽が見えてきました。まあそこまで色づいてはないんですけど、紅葉が綺麗ですね。ボート乗り場もありますね。このボートは普段から乗れるんでしょうか。今年は営業が終わってますね。4月29日から10月10日までの土日祝だけみたいですね。はい、こちらですね。めっちゃ綺麗。いや、これ映ってるかな。ちょっと反射して見にくいんですけど、深くはないんですけど、50メートル先でも、この池の底が見えてます。で、これは何ですか？うわ、でっか。これは鮭？いや、めっちゃおる。ニジマスかな？すご。釣りしたいですね。怒られそうですけど。鯉かなと思ったんですけど、ニジマスか何かで、この魚もですね、本当に鯉ぐらい大きくてびっくりしました。湧き水といえどね、ここまで大きな池とは思ってませんでした。いや、これは結構感動しますね。もう少しね、色づいたり、あと天気が良かったらね、すごく綺麗な場所だと思います。観光地というよりもただの公園なんですけど、寄ってみる価値のある場所です。本当に綺麗です。少しね、残念なのが、目の前がね、大通りになってるんで、車の走る音がすごく聞こえてきます。池の向こう側に、鳥居が見えたんで、ちょっと行ってみたいと思います。どうやって行くんだろう。この辺りも、いや、すごく綺麗ですね。綺麗。日が差してないのに、こんだけ綺麗なんで、いや、これ日が差すともう絶対綺麗です。ちなみに今、
めちゃくちゃ曇ってきました。こちらは何でしょうね。はい、なんかちょっと気になったんで降りてきました。あ、こっから水が湧いてますね。こんな感じで岩の隙間から水が、至るとこから水が湧いてます。へえ、いやだからこんなに綺麗なんですね。ただ今この足場はね、結構ぐにゃぐにゃして怖いです。すっごい綺麗。怖っ。ちょっとこの木の板が折れそうです。これは何の小屋でしょうかね。いや、この池はもっとね、アピールした方がいいですね。観光地化するのもありだと思います。本当に綺麗です。神社まではぐるっと回らないといけないんで、行きたい人だけ行ったらいいのかなと思います。はい、神社の方までやってきました。なかなか立派な神社がありました。こっち側も綺麗ですね。火が照ってきましたね。でも逆光ですね。こっちからだと逆光なんで、さっきいたあそこから撮影すると綺麗だと思います。はい、一応ね、こちらではね、公園内で魚釣りとかね、鳥類を捕まえることはできません。すごく幻想的な場所でした。特にね、何があるわけでもないんですけど、1時間ぐらいここにいました。はい、それでは次の目的地に向かいます。これ右ですね。次の目的地はここから35キロで37分の場所になります。白金ビル家。これ道の駅なんや。そう。後で寄るか。はい、こちらですね。よし。よし。はい、到着しました。すごいお客さんです。観光バスもね、いっぱい来てます。で、こちらはね、青い池というね、池になります。とりあえずね、池の方見に行きたいと思います。いや、本当にお客さんが多いですね。なんかいろいろ売ってますね。青色に関するような食べ物が多いんですけど、青色ってね、食欲をね、減少させる色みたいですね。こちらはですね、火山出入りを貯めるためのブロック堰堤に美瑛川の水が溜まってできた場所です。なので自然にできたのではなくて人工湖になります。アルミニウム成分などを含む硫黄沢川などの成分が異なる河川が混ざり合うことで光を反射してね、青く見えるのが
理由とされてるみたいです。太陽の光と水中のコロイド粒子が衝突していろんな方向に光が散乱します。その光が目に届いて青く見えると言われています。池の底にある白い土壌が光を反射して青さを引き立てているという一説もあるそうです。この枯れたカラマツがこの青い池と相まって幻想的ですよね。はい、めちゃくちゃねすごく綺麗な池でした。でもお客さんも多いんでね、もう退散します。はい、行ってきました。やっぱり青い池は綺麗ですよね。綺麗な分観光客もねたくさんいました。で今11時なんですけど、今だったらね近くの道の駅空いてるかもしれませんので、そちらでねご飯を食べてからまたすぐここから5分ぐらいの場所の観光地に行きたいと思います。そちらもね人気の観光地なんで、もしかしたら人で溢れ返ってるかもしれません。駐車料金は事前精算してるんですけど500円でした。はい、こちらがですね道の駅美瑛白金ビルケという道の駅になります。よし。道の駅の駐車場に到着したんですけど、あちらにね美瑛牛乳ソフトクリームとかね美味しそうなのが売ってます。で目の前はトイレですね。道の駅はね駐車場の反対側の、向こうの建物になります。青い池なんですけど、以前ね海外の方が池で泳いでたんですけど、水泳はね禁止です。で池の周りには監視カメラがいっぱいついてるんで、入ってもねすぐ通報されますし、監視もされてます。何か食べるもんあったら食べます。青い池バターロールクッキー、青の雫っていう、これはビールですね。すごい色した食べ物がたくさん売ってます。この辺のお土産は本当にちょっと値段が高いです。でこちらにねハンバーガーショップとかあるみたいなんで、行ってみます。ザ・ノースフェイスハンバーガーショップ、岡の町美瑛アクティビティ紹介。シャワー室とかコインランドリーもありますね。はい、思ったより人が少ないですね。はい、なんかねお客さんがすごい少ないなと思ったらね、ハンバーガーの値段がとてつもない値段ですね。申し訳ないですけど安くて1600円ですね。税込み大体1600円で、これだともう3000円近くします。じゃあさすがに高いんでやめておきます。あるね。カレーパンとコロッケパンでホットドッグ、ビエ豚を使ってるみたいですね。はい、道の駅行ってきました。なんか車の割にね人が少ないなっていうのが一つなんか思いました。どこなのかな。お店に入っても全然人がいなくてね、あとこれはね個人的な感想なんですけど、お土産とか、食べ物飲食店のね値段設定がちょっと高いのかなと、感じました。はい。でさっきね駐車場の中にあるテイクアウト専門店でこちらね厚切りポテト買いました。厚切りポテトと美瑛豚っていうんですかね、美瑛豚のソーセージが入ったホットドッグと北海道コロッケ買いました。はい、それではね次の目的地に向かいます。次の目的地はねここから6分ぐらいで到着します。で道の駅出てもう道なりに、あります。もう到着ですね。あと450メートルです。すごい。止めるとこないかも。そんなに？空いてない。
はい、到着しました。こちらがね、白金観光センターの駐車場なんですけど、もういっぱいでね、全然止めることができなくて、何分か待ちました。こちらはね、美瑛白金温泉街になるんですけど、すぐそこにある橋の上からね、滝を見ることができます。ではね、もう早速見に行きたいと思います。白金温泉です。で、あちらに見えてる橋がね、その橋なんですけど、あの上からね、滝を見ることができます。車をね、止めるとこがあまりないんで、観光客もね、そこまで多くないです。はい、もうね、滝の音が聞こえてきました。こちらですね。うわ、すごい。いや、綺麗ですね。すごい綺麗な、川の色をしてます。はい、でこちらはね、白ひげのように見えることから白ひげの滝というみたいです。落差は約30メートルで、岩の間から染み出た地下水がこの渓流に流れ落ちてます。日本でも珍しい川柳瀑に分類される滝です。こちらね、冬に来た方がすごく綺麗です。はい、で滝の反対側はね、こんな感じです。はい、さすがね、北海道って感じの景色ですね。山の上はね、もう雪が積もってきてます。この辺り、今日はね、宿泊します。いや、こんな壮大な山の中で泊まれるなんてワクワクしますね。もう今から楽しみです。約30万年前の土石流で流れてきた砂や礫の間から、流れ出てるみたいですね。こちらがね、約30万年前の土石流で流れてできた砂や礫なんですけど、その上がですね、17年前から25万年前にできた平ヶ岳溶岩っていう、このね、2つの地層に分かれるみたいなんですけど、その地層の間からですね、湧き出てるみたいです。個人的にはね、青い池よりもこちらの滝の方がなんか自然に囲まれた中で見れるんで、壮大感があってこっちの方が好きです。青い池からね、車で5分ぐらいで来れるんで、合わせて観光するといいと思います。で、自分は今から山の上の、宿に向かいたいと思います。ここの食堂からね、もうめちゃくちゃいい匂いします。食欲をそそられるんですけど、どうしよう。今から宿泊まって夕食もあるんでね、がっつり食べると宿の夕食を食べれないかもしれないんで、今すごく悩んでます。はい、誘惑に負けて行くことにしました。美味しそう。チャーシュー麺です。めっちゃ美味しそうやね。あ、それ上に乗ってるの生姜？あ、そうやね。混ぜる前にスープ飲んでみたらいいやん。どうですか？うん、優しいお味。あっさり系やね。そうそう。チャーシューの量がすごいな。うん。今スープもらったんですけど、通常美味しいです。意外とね、しっかりしたスープで、でもあっさりでね、でもどこか懐かしい感じのラーメンです。うん。ははい、ありがとうございます。い、すいません。ありがとうございます。
すごい元気なおじいちゃんです。おじいちゃんかな、お父さん。お父さん、ご夫婦でね営まれてて、もう満席でね外まで並んでてね、いつもこんな感じみたいです。いい匂いしてます。それではね、いただきます。美味しい。美味しい。すごく美味しくてね、結構甘手のカレーなんですけど、一口サイズのお肉がねゴロゴロ入っててね、すごく美味しいです。はい、食べてきました。とりあえずね、感想は後ほど。ご飯の方食べてきました。自分たちが入った後はね、もうひっきりなしでお客さんが来て満員でしたね。お客さんがね、海外の方なんですけど、英語が喋れなくててんやわんやしてましたね。でカレーもね、レトルトじゃなくて実家を思い出すような感じのカレーでね、美味しかったです。はい、それではね、温泉宿の方に向かいます。こっからね20分ぐらいで行けます。で途中にね野湯もあるんで、そちらもね寄っていきたいと思います。はい、こっからね一気に標高上がっていく感じです。はい、到着しました。こちらはね、吹上温泉の駐車場になります。で、この先にですね、吹上温泉露天風呂があるんで、来ました。でこちらはね、野湯になるんですけど、絶景の中入れる無料のね、温泉になります。それでは早速向かっていきたいと思います。ここはね、標高がかなり高いんで、気温もぐっと下がりました。で、この寒い中入る温泉は絶対最高だと思います。で、車も結構止まってたんで、お客さんも多いのかもしれません。入るのに勇気がいるかもしれませんね。はい、こっちのお湯はね、暑すぎて入れないです。はい、入ってきました。上と下とね、2つの湯船があるんですけど、上はね、暑くてもう入れませんでした。で、下はね、42度ぐらいのちょうどいい湯加減でした。お客さんがね、どんどん来るんで、さすがにね、撮影はできませんでした。宿からね、ここまでほんとすぐそこなんで、早朝の時間にね、来てみたいと思います。それでは温泉の方に向かいます。で、温泉宿はですね、ここから8分ぐらいで到着します。はい、こちらは左ですね。はい、すごい坂をね、一気に登っていってます。登らない。あ、こちらですね。はい。はい。あ、到着しました。こちらはね、人を守る会の会員宿、十勝岳温泉凌雲閣です。
大雪山国立公園の大自然の中にあるんで、客室から景色を眺めながら静かな時間を過ごすことができます。で、こちらはね、標高1280メートルにあって、北海道で一番高所にある温泉宿になります。温泉は鉄分を多く含んだ茶褐色の温泉と、酸性の透明な温泉の源泉が楽しめます。客室からの眺めがすごく綺麗みたいなんで、楽しみに来ました。宿の前から見える景色だけでも、この標高の高さがわかりますね。はい、こちらがね、旅館の裏側になりますね。あ、テラスになってます。うわー、すごい。いや、この山肌がすごいですね。はい、こんな景色です。はい、それではね、チェックインしたいと思います。よいしょ。日帰り入浴は19時までやってますね。入り口入ってすぐ正面がフロントになります。で、こちらは控え室ですかね。で、そのすぐ隣は食事会場になります。フロントの横は売店になります。はい、こんな感じでね、お土産が売ってます。上富良野町限定のポテトチップスですね。うわ、すごっ。でかっ。怖っ。これは2メートルぐらいありますね。この状態で自分とあんまり身長変わんないんで、かなりでかいですね。この先は大広間があるみたいです。こちらですね。はい、こんな感じで景色を眺めることができます。2階はすべて客室になってて、全部で14部屋になります。217の雲井の間っていうんですかね。こちらが一番大きなお部屋になってて、客室約4部屋分ありますね。すごいです。で、今回泊まるのはこちらの202になります。それではね、早速向かいます。2階の通路には自販機があります。で、自販機の横はトイレと洗面所ですね。はい。こちらはね、お部屋にトイレがついてないんで、共同のトイレになります。で、あちら側には電子レンジとポットですかね、があるんで、湯治目的で来られる方が多いのかもしれません。こちら階段もあるんですけど、階段はまた違った雰囲気の空間となってます。で、今日泊まるお部屋がこっちなんですけど、こちらはね、街を見下ろすことができます。で、一番端から、ここまで、これが一つのお部屋になります。すごいですね。で、こちらの景色はこんな感じですね。うわ、すご。はい。一番広いお部屋からの眺めはこんな感じです。それではね、早速見てみたいと思います。お、明る。はい。こんな感じの10畳のお部屋になります。で、もう入った時からね、布団はもう敷いてくれてます。で、こちらに洗面台があって、で、こちら冷蔵庫がありますね。特に何も入ってません。はい。
玄関の前にですね、スリッパとか、あとタオルですね。こちらのタオルとか、あと歯ブラシが置いてあります。あと浴衣もありますね。洋雲閣の浴衣になってます。はい。こちらにはテレビとお月菓子があって、こちらには扇風機とかね、空気清浄機でフロントにつながる電話、そして金庫があります。窓はね、すごく大きくて景色を眺めることができます。はい。窓の両サイドは開かないみたいで、この真ん中だけが開くみたいです。はい。おー、うわ、涼しい。はい。景色はこんな感じです。予約するときはね、お部屋の景色がもっといい写真のね、お部屋だったんですけど、向こう向きのお部屋だったらね、真正面がこんな景色だったんですけど、こっち側だったんでね、思ってたのと、違いました。なので予約する際は直接ね、電話して予約した方がいいかもしれません。はい。こちらがお月菓子なんですけど、何も書いてないですけど、多分温泉まんじゅうだと思います。はい。こちらにはお茶のセットがあります。こちらの館内はですね、非常にシンプルな感じで、1階はですね、フロントがあって、その右手には食事会場があって、フロントの左側には売店があって、その向かいには喫煙所があります。で、フロントから左奥には休憩するスペースがあります。2階はですね、さっき見た案内図の通り、すべて客室になっています。で、地下1階がですね、温泉になります。で、こちらの温泉はですね、鉄分を多く含んだ茶褐色の温泉と酸性の透明な温泉の2種類の源泉が楽しめます。入浴時間なんですけど、朝5時から23時までですね。朝の8時と夜の20時にね、男女が入れ替わるみたいです。大岩の湯と小岩の湯っていうのがあるみたいですね。まだお風呂に行ってないんでわからないんですけど、露天風呂もあるみたいです。お月菓子のまんじゅうなんですけど、凌雲閣の温泉まんじゅうでした。はい。はい。それではね、夕食まで時間あるんで、温泉に入りに行きたいと思います。地下1階は大浴場になりますね。今の時間はね、日帰り入浴客が非常に多いような感じです。こちら、女湯と男湯になりますね。こちらはね、撮影許可がいただけなかったんで、お見せすることはできないんですけど、皆さんもよかったらね、ぜひ入りに来てみてください。大浴場の方に入ってきました。入ってすぐ左手に酸性の強い温泉があるんですけど、無色透明のお湯で、温度の方がね、32度ぐらいでかなり冷たいです。酸性の湯の横には内風呂があって、そちらは茶褐色の温泉で42、3度ありました。鉄の匂いがする温泉でした。露天風呂も同じ茶褐色の鉄の匂いがする温泉だったんですけど、泉温が低くて35度もしくはそれ以下ぐらいの温度でした。宇宙で体を温めて露天風呂に入ったり、酸性の強い温泉の方に入ったりして、こうね、交互に入るとすごく気持ちよかったです。フロントの方がおっしゃってたんですけど、シャワーの出が今すごく悪いと。で、夜に向かってだんだん回復するっておっしゃってたんですけどね、本当に出が悪かったです。体をね、洗うのにすごく時間がかかりました。はい、こちら側に宿泊してる人は、この景色を眺めながら過ごすことができるんですね。はい。それでは6時になりましたんで、夕食に向かいます。
はい、前菜が来ました。お品書きがないんでちょっと何かわかんないんですけど、いただきたいと思います。貝ホタテのきのこ焼き。でこの白いのがカラスガレー。いただきます。イクラとサーモン。そう思う。美味しい。はい、ありがとうございます。続きまして天ぷらですね。ありがとうございます。こちらはハモと舞茸とししとうの天ぷらです。ちょっとあったかいうちに天ぷら。うま。美味しい。サクサクや。先食べた方がいいかも。天ぷら？ペースがええな。ペース結構早いね。絶対うまいやつ。一口でいっちゃおうか。うわ、濃厚やね。美味しかった。キノコとホタテって合うね。美味しい。甘エビとマグロとカラスガレー。甘エビも大きいね。とろっとして美味しい。ありがとうございます。すいません。ご飯とお味噌汁とお漬物ですね。よいしょ。しじみか。でかっ、しじみ。じゃあローストポークですね。よいしょ。ごちそうさまでした。はい、夕食の方食べてきました。お料理はすごく美味しかったんですけど、おかずの種類が少ないのかなと思いました。ご飯はおかわりできるんで、お腹いっぱいになりました。ご飯はおかわりできるんですけど、お味噌汁はね、おかわりできないんで、注意しないといけない部分です。今から大浴場に入って、で、ちょっとね、パソコン作業して今日はもう寝たいと思います。おはようございます。朝の5時です。宿を抜け出してね、今から吹上温泉の方に、行きたいと思います。で、まだ辺りはね、真っ暗なんで、もう少し明るくなるのを待ちます。駐車場の方に先向かっときます。で、駐車場の方で、明るくなるのを待ちたいと思います。はい、もうちょっとで到着ですね。はい、こちらです。人がいますね。すごい、こんな朝早く。到着しました。はい、ちょっと真っ暗で気持ち悪いんですけど、一回温泉の方に行きたいと思います。で、車があったんでね、誰か一人入られてると思います。ちなみに今の気温はね、2度ぐらいでめっちゃ寒いです。こちらの泉温結構暑かったんで、体は温まると思います。すいません、ありがとうございました。あ、大丈夫ですか。
ご協力ありがとうございます。すいません。よいしょ。温泉の方入ってきました。1時間半ぐらい使ってました。同じようにね、北海道旅されている方がいらっしゃって、いろいろねお話をさせていただきました。撮影するご協力もいただいたんで本当に感謝です。もう言うてる間にね朝食の時間なんですぐ戻ります。急げ急げ急げ。よいしょ。外はねめちゃくちゃ寒いんですけど、湯船がねあったかくて体が温まりました。暑くてねちょっと湯船から出るんですけど、外の気温がね非常に低くてすぐ体が冷めて、それのね繰り返しで入ったり出たり入ったり出たりしてました。はい、戻ってきました。はい、それではね、朝食の方に向かいます。はい、朝食はねバイキングでした。であと他にもねパンとかあります。でね飲み物もね牛乳、オレンジジュース、コーヒーとありました。いただきます。パパイヤの素揚げっていうのがありました。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし。朝ごはんの方食べてきました。で、もうそのついでにね、大浴場の方も行ってきました。で、こちらの気になるお値段の方なんですけど、大人2名1泊2食付きで31,500円でした。1人当たり15,750円ですかね。はい。夕食がねちょっとおかずが少ないのかなと感じました。こんな大自然の中で泊まれるんで場所代みたいなもんですね。ここの温泉がすごく良くて、でこの大自然の中で泊まれるんでそこまで高いとは思いませんでした。サブ、はい、このね大自然が楽しめるんで皆さんもよかったらね宿泊してみてください。個人的にはね向こう側のお部屋の方がおそらくねもっとダイナミックな景色が見れると思いますんで、向こう側のお部屋に泊まりたい方は予約する前に電話してこちら側のお部屋がね予約取れるのか確認した方がいいと思います。はい、それではねチェックアウトしたいと思います。はい、それでは次の目的地に向かいます。いや、それにしても本当にね絶景でした。北海道は壮大さが違いますね。